外壁の塗装工事をしているこちらのお宅。今日の主役は職人が塗り進めている塗料だ。外壁の品質を保つには塗料へのこだわりが欠かせないという。ローラーも転がしやすいのと、あと、塗料の跳ね返りも少ないので塗りやすいですね。出来上がりはこの通り。塗料の力で住宅が見違えた。実績と品質には安心感がありますね。ニッペさんの塗料が。ニッペとは日本ペイントのこと。国内最大手の塗料メーカー。使われているのは住宅だけではない。自動車や船、通天閣に甲子園球場にもニッペの塗料が。グループの売り上げは2023年度1兆4000億円を超えた。1兆円企業を率いるのはオンライン会議に参加していたこの男性。日本ペイントホールディングス若月雄一郎共同社長。若月は社長に就任してわずか3年で32社との M&A を成立させた。そして売り上げは 1.9 倍に急成長。塗料業界のシェアは日本のみならずアジアでナンバーワン、世界で4位。大学卒業後銀行に就職した若月。そこで出会ったのが人生を変えた M&A。 自分のなりわいにしたいなというふうに思わされた。塗料の開発はどのように行われているのか。さらにテレビ初公開だという工場にカメラが入った。一斉に朝食スタート。緑がプロの技に挑戦。全然違う。どうしよう。やべ若月さんからやべえって言葉出ました。やべえってそうだよね。勝つのは誰だ。違うな。ちょっと待って。まずい。俺と社長いい勝負だこれ。まずい。ダメだ。まりちゃん。社長の実力やいかに。塗料というね、非常にこれは実は成長産業の世界でやっぱり人口が増えれば塗るところも増えるし。塗料の技術を応用した最新技術が意外な場所で使われている。関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話。早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。日本ペイント若月雄一郎共同社長です。どうぞお入りください。よろしくどうぞお願いします。社長ちょっと座る前にめちゃめちゃ背高いですね。そうです。何センチでいらっしゃるんですか。188なんですね。188。はい。何を食べるとそんな大きくなるんですか。まあよく寝るっていうことでよく。それはじゃあ大谷翔平さんと一緒ですね。はい。そこはちょっと比べちゃいけないですけど。ちょっと申し訳ない、詳しくないんですけども、でも中の社名はどこかで目にしたことがあるような気がするんですよね。だからものすごくこう伝統ある老舗の会社なのかなって思ってたので、社長さんもなんかもうザおじさんみたいな人が来るかと思ってたら、ものすごくイケおじが登場したのでびっくりしました。来ましたね。でなんかこう。やり手社長の匂いがプンプンする。いや本当にすごくこう経営体制が変わっていて、共同社長体制ということで、代表取締役社長が2名いらっしゃって。共同社長。ちなみにウイさんとの国籍はどちらなんですか。シンガポールですね。シンガポールの方。共同社長という確かに珍しい体制なんですけど。日本ペイントホールディングスの共同社長体制。若月社長は財務管理や経営企画などを担当し、もう一方のウィー社長は研究開発や製造、販売などを担当している。重要なことを決定するにあたってちょっとこう揉めたりとか喧嘩になったりしません？これがですね、意外となくて、お互いをリスペクトというかですね、非常にもう彼の経験もリスペクトしてますし、彼も私のバックグラウンドをリスペクトしてくれてるので、密にコミュニケーションを取ることによって揉めることは本当にないですね。不思議なぐらい。それって難しいことですよね。ツートップがいて、でこうやってグイグイ急成長してるのに揉めないっていうのはね。
さあ早速参りましょう。日本初の塗料メーカーとして生まれた日本ペイント、その歴史と若槻共同社長の成功秘話にジャストミートや。日本ペイントの歴史は明治時代初期に遡る。東京大学の前身となる開成学校、ここで勉学に励んでいたのが後に日本ペイントの創業者となる茂木十次郎だ。初代から東大なんだ。ある日兄の春田が十次郎に相談を持ちかけた。なあ十次郎、化粧品に使われてるおしろいやけどな、おしろいに入ってる鉛のせいで苦しんでいる人がぎょうさんおるんは知ってるやろ。知ってるよ。鉛中毒やろ。歌舞伎役者が病気になったりして社会問題になってるよな。西洋には毒のないおしろいがあるらしいんや。十次郎、作られへんか。そうして研究を始めた十次郎。試行錯誤を繰り返し1879年日本で初めて亜鉛化の製造に成功。無毒のおしろいを完成させた。さらに文明開化により西洋建築が建てられる中、輸入塗料しかなかったことに目をつけ、西洋に負けない塗料を作りたい。翌年には日本で初めて洋式塗料の国産化に成功。1881年日本ペイントの前身となる協同組合光明社を設立した。海軍の専属塗料工場としてスタートを切った光明社は1898年日本ペイント製造として株式会社化。1905年には現在の本社がある場所に大阪工場を建て、船の底に塗る塗料の初の国産化に成功するなど、日本の塗料市場を席巻していく。しかし太平洋戦争で大阪工場が全焼、生産量が激減し国内5位まで転落した。その後高度経済成長で自動車や住宅など塗料の需要が増え、売り上げは拡大。他社に先駆けたアジア進出も加速していった。そんな日本ペイントの転換期ともいえる1966年に生まれたのが今回のリーダー若槻雄一郎だ。若槻が生まれたのはなんとアメリカ。小学4年生までは現地の小学校に通っていた。一度は家族で帰国するも、高校の1年から3年の時にまた家族がまた今度はこれニューヨークに赴任をしまして、私だけが残るので、せっかく言うと銀行の指定料ですかね、道を踏み外しそうになったのをなんとか踏みとどまったと日本に残された若槻青年、高校ではバンド活動に没頭していた。そうですか。いやー、今日のライブ最高だったな。とりあえず乾杯しようぜ。コーラでいいね。乾杯。ボーカルですか。仲間たちと夜な夜な語り合う日々。勉強がおろそかになり成績が急降下。やっべえ、全然勉強やってね。大学は現役で行きたいからな。しかし入学したのは東京大学。英語を使って活動を行う ESS サークルに入った。帰国子女ということもあり、1年生の終わりには部長に就任。英語劇をやりたい人たちと英語でディベートをして、相手を打ち負かしたい人って全く人種が違うんですね。セクションのエゴっていうのは出るので、そういうものをどうなんていうかね、まとめていくかっていうのが非常にいい勉強にはなりました、ね。その頃からまとめ役。ESS といえば英語劇でしょ。もっと演劇に力を入れましょうよ。何言ってんだよ。英語の醍醐味といえばスピーチだろ。ディベートこそが ESS の王道だ。いいや英語劇。いいやディベート。まあ同じ仲間なんだしさ、そんなにいがみ合わなくてももっとうまくやろうよ。あ、そうだ。貧しいけれど
めちゃくちゃディベートは強い主人公がいろんな無理難題に直面するんだけど、言葉巧みにピンチを切り抜けて成り上がっていくっていう演劇はどう？なるほどなるほど。その主人公のセリフをみんなで一緒に考えようよ。どう？よくない？何その無茶苦茶な提案。分かったわよ。お互いやりたいことを尊重するわよ。まとまった。そんな調整役がその後の人生に役立つことになる。バブル真っ只中、大学卒業後は日本工業銀行に入行した。支店勤務の後、企業の M&A を扱う部門に配属されたことが転機となった。アメリカで研修を受けている時、自動車部品会社の M&A に携わった。うちの会社、最近株価が低迷していて、銀行さんどうにかなりませんかね。御社は素晴らしいポテンシャルをお持ちです。こちらの会社がぜひ傘下にとおっしゃっているんですが、いかがでしょうか。御社のような技術を持つ会社が我が社に加わってくれるならすごく喜ばしいことだ。今の株価の3倍で買ってくれと言っても、あんたうちを買うかい？もちろんだとも。それでも我が社はハッピーだ。決まりだ。ありがとう。こんな感じで決まるんですか M&A って。一方が勝つだけじゃない。お互いがウィンウィンになる M&A っていいビジネスだな。まあ買いたいところは買えてよかったね。売りたいところはこんな高く売れてよかったねと。しかもまあ成功報酬はしっかりいただけると。これはいいビジネスだなというのを実感して、やっぱ自分のまあなりわいにしたいなというふうに思わされた。M&A に社会的な意義を見出した若月は、シュローダー証券やメリル・リンチ日本証券といった外資系の投資銀行へ転職。2019年日本ペイントの M&A 案件に携わり、その後当時の田中正明会長からある相談を受けた。日本ペイントに入社してほしいという誘いだった。財務の責任者としてアジア合弁事業の 100% 化を推し進め、2021年4月共同社長に就任した。当時のことを指名委員会の中村氏は、自分自身の価値尺度を持っていて、それがぶれないと。セルフコントロールっていう言葉ありますけど、自己制御です。自分が想定してないことが目の前で起こった時にどうやって自分自身をコントロールするのか。若月さんの場合は大変優れていると思います。経営上の唯一のミッションとしているのが株主価値最大化だ。社長就任後3年で M&A を32件成立。その結果2023年度グループ売上高は1兆4000億円を超えた。日本経済新聞社の藤生記者は、株主価値が最大化するような買収をやっていくっていうところに強い意志があるの。特に海外の M&A ってなかなか成功しない事例も多いというか、将来的にすごく大減損になる事例とかも多分、他の企業とかではある中で、着実にで M&A してその後もちゃんとその企業がよりさらにその単体であった時よりも成長するっていう形を描けている点は特徴かなと思います。 MSV 株主価値最大化でございますね。株主さんの価値をどんどん大きくしていくんだろうなっていうイメージは分かるんですけども、経営の素人である僕や真鍋さんにも分かる形でちょっと説明をしていただいてよろしいでしょうか。そうですね、これはもういわゆる経営のミッションですから、私たちが経営判断するときに何を基軸に置くかと。で株主価値最大化というと株主が一番みたいに聞こえちゃうといけないんですけど、株主って実は最下位なんですね。だからやっぱりステークホルダー、お客様であったり、我々の材料メーカーであったり、取引先、従業員、あるいは金融機関、政府、税金、この全部ちゃんと責務を果たしましょうよと。その責務っていうのは、法的なものはもとよりなんですけど、社会的倫理的、やっぱり責務をすなわちもう人をバンバン切って利益を上げても、それはやっぱり社会的倫理的責務を果たしてないじゃないかと。ですからそこをしっかり
果たした上で残った価値、株主にだけ残る、これは最大化してもいいじゃないかという考え方なんですね。でそれを、いわゆる今ある事業の成長、普通の成長と M&A と両輪でやっていこうではないか、こういう発想なんですよね。唯一の経営的なポリシーにしてらっしゃるっていう、他のポリシーとかは大々的にバンと言わないんですか？ある意味邪念を捨ててというか、経営のエゴっていうのがいろいろ入りがちじゃないですか。例えば単純に言ってしまうと、世界一の会社になりたいって、別に思ってもおかしくないと思うので、でも世界一の会社になるためにむちゃくちゃな買収したら一旦は世界一になれるかもしれないけど、株主価値は破壊できちゃうじゃないですか。だからそういうことをしない、目的はやっぱり株主価値の最大化だから、そのための手段として M&A やったりだけど、何かね、世界一のなんとかになるんだとかっていうのをミッションにした瞬間に、これはそういう会社を否定するわけじゃないんですけどね、そうするとちょっと目的と手段が逆転しちゃうこともあるのではないかということを、我々取締役会ではそういう議論をしますね。調整力っていうんですかね。やっぱりそこが本当にもともと持っているものなのか、どういうふうにして培われたんだろうな。特にESS の方向性を燃える時にああいう感じだったんですか？いや、そんな感じじゃないですよ。違うんですか？でも一応まとめてなんとか一つにしようっていう。そうですね。やっぱりある意味同じ方向に持っていくっていうんですかね。やっぱりまさにいがみ合ってもいいことないっていうことをお互い納得するまで話し合おうよと、納得感っていうんですかね、腹落ち感をどうやって生むかっていうのはすごいその時でも考えたことだと思いますね。そもそもバンド活動に没頭して成績が落ちたはず。どうやって東大に？ロックとかね、やっぱり洋楽ロックですね。ディープパープルとかレッド・セッペリン、ゴリゴリですね。帰国子女で英語がちょっとできるから、ちょっとぐらいなんか雰囲気で勝負みたいな。高校生の時にバンドやってるとご多分に漏れず成績落ちますよね。それなのに東大に現役で入ってるんですよね。いつやってたんですか？勉強どこで勉強したんですか？高3の4月までバンドやって、でそこで終わって、そこからはもう勉強に集中しだすと秋ぐらいまでは厳しかったんですけど、秋から冬で3月の本試験にかけてなんかいわゆる現役の急に伸びる時って、僕は神様が降りてきたって言うんですけど、本当に降りてくれたんですね。3年で M&A32 件失敗しませんか？失敗というかうまくいかなかったなっていうような案件もあることあるんですか？まず32件といっても、規模かなり大きいからちっちゃいのもありますので、小さければそれなりにそこの分、リスクは大きくないですよね。でも基本的には博打打ちみたいな対象は買わないので、やっぱり見えてる会社なので、思ったより伸びなかったねとかっていうのは若干ありますけれども、それでもちゃんと現金を生んでくれてる会社ばっかりなので、そういう意味ではかなり確率としては成功確率は高い方だと思いますね。売上が急成長していますが、今後の目標は？売上高、この急成長だから若月さんの秋冬の模擬試験の結果と一緒ですよこれ。ここまで急成長して東大法学部最後のところで行くってことですよね。もうやっぱこのスタイルなんですね。このスタイルなんですね。ガイッっていくっていう。でもっと上行きますからね。これから東大合格が目標じゃないですからね。もっと上行きたいと。無限に目指していきたいで。枚方市にある研究施設。中にお邪魔すると何やら見慣れる機械が。ここでは自動車用塗料の開発が行われている。大手自動車メーカーマツダのあの色も日本ペイントグループの手によるものだ。塗料の開発者の一人辻岡さんに話を聞いてみると、ここからちょっとプレスラインに沿って暗くなっているところが非常に色の陰影がはっきりと見えるところ。さすがアジアナンバーワン塗料メーカーの開発者。塗料への愛があふれている。でここですごい立体感を出すような設計になってるんですよね。プレゼンテーションが熱くてすごくいや素晴らしい。まあそういう色です。こだわっているのは色だけではない。炎天下にさらされた2つのサンプル。
左は通常の塗料だが右はある特殊な塗料が塗られているという。温度を測ってみると 49.6 度特殊塗料の方はと 45.4 度になります。塗られていたのは遮熱塗料。表面の温度はおよそ4度低くなっていた。自動車に実際塗られることになっておりますので、そういったところで自動車の外板の蓄熱というところも低減させると。続いて取材班がやってきたのは愛知県高浜市にある工場。自動車用の塗料が作られているというが、この後テレビ初公開の塗料工場にカメラが入った。70秒後、意外なことが分かります。愛知県高浜市にある日本ペイントの塗料工場。テレビ初公開だという生産現場を案内してもらった。並んでいたのは大きな銀色の釜。酒蔵みたいですね。中ではおよそ5トンもの塗料が混ぜられている。工場を取材していると気になることが。塗料工場と聞くと床や壁などに色がついてしまっていそうだが全く汚れていない。床はこの通り超きれい。角を見ていただけると分かるんですけども、 R 加工になってですね、ゴミが溜まりにくい場所にゴミが溜まりにくいような仕様になっております。壁と床の接点が直角ではなく丸くカーブしていてゴミが溜まりにくい仕掛けだ。工場内をきれいに保つことで品質を守っているのだという。丸くしたのは建物だけではない。こちらは塗料を入れるドラム缶。半分に切られたものをよーく見てみると底と側面の継ぎ目が滑らかに。一体なぜ？底部がですね、曲面になったことで洗浄性が非常に優れているドラムになっております。実は塗料を入れるドラム缶は繰り返し再利用されている。塗料の品質を保つためにはドラム缶の中まできれいにしておく必要があるのだ。こうしたこだわりの一つ一つが M&A の成功につながり、ひいては株主価値最大化につながっているのかもしれない。本当になんかペンキのシミ一つついてなかったですよね。なんか逆にペンキのシミがいくつかあった方が僕ら安心してる。品質と綺麗っていうのはやっぱりすごくこう相関関係があるのでこだわってるっていうのがこれはもう我々の強みだと思いますね。若月さんご自身は綺麗好きなんですか？僕ですか？会社の部屋はさっきちょっと出ましたけどまあ綺麗ですよね。ご自宅はどうなんですか？自宅はぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ。品質ってこうなかなか顧客目線で見ると分かりづらいなっていうのがあって、特にこう耐久性とかってこう何十年経っても色が剥げないとかってその時点で分からないじゃないですか。どうやってそのだけの価値がありますよっていうのは分かるんですかね、そのお客さんっていうのは。塗膜っていうんですかね、本当 0.1 ミリの世界でして、それが今おっしゃったように本当に車だって10年20年やっぱり持ってもらわなきゃ、でもいろんな環境でやっぱ持っていただく必要があるので、やっぱりいろんな試験をやるんですね。砂利でこうちょっとこう当ててみて、車の場合砂利跳ねてきますよね。でそれがどういうふうな傷になるのか、深さがどうかとかですね、これ特殊な検査装置でやるんですけども、相当そういうのを実験というかですね、全部の塗料がちゃんとそれに見合ったものじゃないといけないので、いろいろ新しい色を作るのはいいけど実は持たないじゃ困るわけで、その両方温度を上がりにくくする、だからあれもすごいなと思って、だから色味プラスもう一つ機能を持たせるっていうのがプロフェッショナルですよね。表面温度が低くなれば、これは車でも建物でもそうですけど、やっぱり中でのエアコン使うのも少し減らせるし、そうすると燃料使うのも減るし、そうするとカーボンも減るしっていう、そこまで言ってしまえば環境に優しくなりうる
ものだと思いますね。はい、雪国でも耐えなきゃいけないし、灼熱の太陽の下でも耐えなきゃいけないしっていう万能性も要求されますもんね。おっしゃる通りですね。この塗料ってね。続いて取材班がやってきたのは大阪市北区にある工場。はい、ここがですね当社の、朝食の、サービスステーションになります。壁や棚にはびっしりと塗料のボトルが並び、事務作業をする社員の横には住宅用塗料のサンプルがずらり。この2人は注文を受けた色を作ってみて試し塗りをしているとのこと。この工場では1日におよそ500色の配合を作って出荷している。塗料の業界では塗料で再現できる600色を色見本として使っている。この600色の中であればどの色でも自在に作れるということだが、果たしてこの色をお願いしてもいいですか？はい、同じく半分ぐらい。迷いなく塗料を混ぜ合わせ微調整をして、はい、やってますんで、もうちょっと青みと赤みですね。オーダーからわずか1分半でそうですね、大体ぴったりの色に。今やったみたいに本当に自分の勘とか知識だけでやるっていうのはやっぱり数年5年ぐらいはちょっとかかると思いますね。はい、日本ペイントグループは色への専門性を高めようと独自の朝食試験を行っている。合格すれば朝食師に認定されるが合格率は 50% に満たない。塗料メーカーとしての色へのこだわりやプライドはこうして育まれているようだ。そのプロ意識もあってか社員は日常生活も色が気になってしまうらしい。この車の色かっこいいなって思った時に、この色うちの使ってる原色で何で再現できるかなとか思ったり、例えばネイビーみたいな色でいうとグリーンとブルーとレッドでいけるかなとか、なんかそういうのを考えてみたりしますね。外壁の塗り替えとかしてて、でその色を見た時に色のナンバーっていうのがあって、それがパッと大体この色やなっていうのが思い浮かんだりします。突然ですがここでクイズ。スタジオの真鍋さん、はい、職業柄色がいろいろ気になってしまう日本ペイントの社員さんたち。こちらの同性さんがついついやってしまって失敗したことがあります。一体何でしょうか。10秒でお答えください。悪気はなかったんです。色にまつわる失敗とは一体何でしょうか。なんだろう、色が気になりすぎて、全部人の家の壁を気になって塗り替えてしまった。正解は子供の夏休みの宿題とかで、ポスター作る時とかに色のこだわりがちょっと出てしまう。赤と白を混ぜたらピンクできてとかっていう時に、いやそれにもうちょっとこれ足した方がいいんじゃないのっていう助言をしてしまうっていうのがありますね。でちょっと嫌がられちゃう。正解は子供の宿題に口を出しちゃうでした。まさに色とりどりの職業病。こちらのエリアで作られていたのは住宅などに使われる塗料。製造工程が複雑なため色の混ぜ合わせはあらかじめ指定した量が自動で注入されるように機械化されている。しかし製造ラインの最終局面、完成したかに見える塗料のそばには従業員の姿が。実は日本ペイントは出荷する直前に全ての製品の色を人の目で確認しているのだ。やっぱり機械の予期せぬ異常であったりとか、あと人がやってる部分もありますんで、そこらの最終確認も含めてチェックはするようにしております。
朝食っていうのは製造業やと思うんですけども、やっぱりサービス業の部分も大きく含んでると私は考えてます。安全と品質を担保した上で、いかに早くお客様にうちの商品を届けられるようにですね、日々プロ意識を持って取り組むようにしております。機械と、やっぱり最後人の目とっていう、両方なので、でも機械だってやっぱりちゃんとそれを使いこなす人がそれを技能を持ってなければいけないので、機械完全頼みっていうのはまだそういう世界ではないので。朝食師って言います。もっと言えば装飾師って作る色の人もいたりしてですね。やっぱり我々やっぱりそういう色を扱うある意味プロの集団であるということにはすごい誇りを持ってやってもらってますね。ここで、対決をいたします。朝食バイキング対決でございます。机の上には10色の塗料があります。制限時間3分で10色のうちから4色を使ってある色を再現してください。プロに判断してもらい、1位から4位まで順位を発表します。いや厳しい。これ結果いかんによっては株主価値が低減するかもしれない。本当にそれだけは。作ってもらうのはこの色。ヒントというかちょっと、その4色のうち1色はあんまり皆さんが思われへんような色が入るかもしれないです。なるほどね。あともう一ついろんな組み合わせがあるんで、そこはその皆さんのセンス。じゃあ答えは一つではない。ではないですね。はい。じゃあその4色じゃないのを選んだからといって終わりってわけではない。そうですね。はい。これは若槻さん初体験ですよね。社長ですが初です。社長の実力を社長の実力をね我々拝見しましょう。それでは皆さん一斉に朝食スタート。さあどうしよう。3分しかないから。俺絶対これは使うと思うんだよな。緑がでもこの緑じゃない。これ完全にマスタードだわこれ。全然違う色になった。いい感じだぞいい感じだぞこれ。どうしよう。もう少しあの色必要かなちょっとね。全然違う。どうしよう。やべ。若槻さんからやべえってことが出ました。やべえってことが。全然違う。これ違うな。ちょっと待って。量とかもわかんないな。遠くなってるだんだん。近いなと思ったら実際塗ってもらった方が塗ると若干ニュアンス変わりますもんね。そうです。これちょっと違うな。水。近くなってきた。本当だ近いね。なんか5色目いってもいいかな。このなんか輝きが出ないんだよね。なんか生命力がどんどん失われていってるんですけど。最終的に黒くなっちゃったりしてるこれね。何か違う。ちょっと待って。思いがけない色を入れるっておっしゃったから、よし思いがけない色入れちゃおうかなこれ。あと15秒だそうです。近いかも。ダメだ。まずい。俺と社長いい勝負だこれ。まずい。ダメだ。4人が作った色はご覧の通り。選んだ塗料は全員バラバラの結果に。プロの目から見て果たして順位は？4位はですね、ちょっと悩むところなんですけども、忖度なしで言うのであれば、第4位は忖度なしで言うのであれば、第4位は福沢さんです。そう。理由としましては、若槻社長の方はまだここから合わせやすいっていうんですかね、ちょっと色相が色が白いんで、ちょっとグリーンとちょっと綺麗にするために白を入れていったら戻りやすい。修正が効く。なるほど。もう僕は後戻りはできないんです。これは。残るは真鍋さんと門倉さん。第1位はダカ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 ダン。真鍋さん。めちゃくちゃ嬉しい。そうね。すごいな。結構頑張ったかなと思ったんですよ。相当近いものだって。ただこのなんていうんですかね、明るさが出ないかったんですよね。やっ
ぱり見た感じの色合いがすごい近いですよね、ただやっぱり若干濃くて濁ってますんで、まあ多分6色ですかね、5色入ったっていうそうだよちょっと待って6色使ってるなんか5色目いってもいいかな。なんか5色目いってもいいかな。6色使ってるとルール違反人が優勝すんの？基本的にやっぱり朝食っていうのは色を混ぜれば混ぜるほど濁ってきますんで、黒くなるんだ。門倉さんも非常に近いんですけども、若干ちょっと青みが、そうですよね。青をベースで入れてたと思うんで、青がちょっと強すぎましたかね。そうですね、はい。4色を使ったお手本のレシピはこちら。白色の割合はおよそ 50%、 意外な色とは黄土色のオーカーのことでした。すごい。さあ続いては社会課題の解決につながるという最新の技術にジャストミートや。社会課題の解決につながる最新技術とは一体何なのか。こちらにどうぞ。この部屋の中にその製品があるらしい。これですか？こちらでございます。これがその製品、貼る塗料。ロール状になったフィルムの表面に長年培ってきた塗料の技術が応用されている。熱を加えることで柔らかく伸び、複雑な形状にも対応できるとのこと。一体どのように貼り付けるのだろうか。大きな機械の上に乗っているのは車のバンパーの部品。機械を動かすと銀色のフィルムが自動で出てきた。部品の真上にセットされる。上から蓋をすると中が真空状態になり熱が加えられる。下の土台が持ち上がり空気が解放されると一気に密着。出てきた部品を見ると隙間なくフィルムが貼り付いている。すごいすごい。凹凸のある部分もこの通りだ。これだけ伸ばしたとしても色が変わっていないということは、塗装塗料の配合の仕方とかそういったところ相当のノウハウをお持ちかなと。さらに光を透過させることもできるという。電気自動車になってきますとですね、フロントパネルのところが、発光衣装、電波透過の機能、こういったものが求められるようになってきますので、やはりフィルムを使いたいというところからまずは市場に導入していきながらですね、世の中に普及を目指していきたいなというふうに考えております。この貼る塗料を使った塗装の実証ラインが塗装設備メーカーで間もなく完成する予定。従来の塗装プロセスと比べると工場の面積を 80% 減らせるという。省スペース、省エネになるとして今業界で注目されているのだ。まだまだあるぞ最先端技術。 CM の後は自動運転を可能にする特殊塗料。この道に秘密があります。社会課題の解決につながる最先端の技術はこんなところにも。そう、道。道路の中央あたりをよーく見てみると線が引かれているのがわかるだろうか。これこそが業界初自動運転を可能にする特殊塗料なのだ。この日行われていたのは自動運転バスの実証実験。自動運転では車体につけられたカメラなどの情報や GPS の位置情報で車体を制御するが、トンネルや樹木が生い茂るところなど GPS が不安定になる場所がある。この特殊塗料が地面に塗られていれば車体につけられたセンサーが車の位置を認識できるのだという。肉眼では目立たない線だがセンサーを通してみると真ん中に線が引かれているのが一目でわかる。
来年の大阪・関西万博では自動運転バスが運行されるが、その運行ルートでこの塗料が使われ、安全な運行をサポートする。万博は世界からも注目されているイベントですし、そこに弊社が開発したターゲットラインペイントが自動運転の補助の新しい商品として認知されることに期待してます。さらに将来的には運送業におけるドライバー不足の解決にも貢献できるという。いや、驚きの新技術でしたが、真央さんいかがでしたかこれ。いや、だからもう塗料というより素材って感じですよね。本当にだからこれからこれを使うことによって相当いろんな技術がね、飛躍的に伸びていくでしょうね。今度の万博ではターゲットラインペイントがもう実際に使われるんですか。今も実証実験中ですから、フルにね使えるというわけではまだないんですけども、今出てましたようにやっぱり地方でもバスのドライバー不足とか結構あるじゃないですか。でそういうのをいわゆる決まったルートを走る、バスとかだったら、やっぱりこれは非常に使える。その結果として、ドライバー不足の解消にもつながる。結局その冒頭に出た社会課題の解決につながりますよねといったイメージをしっかり持ってやってくれてますね。本当に塗料って応用範囲が広いなと思って、インドなんかでもですね、今インドってものすごい暑いんで、夏場のその冷房需要っていうのがすごく多いんですけれども、今政府の方がですねクールルーフ政策って言って、屋根をですね全部白の反射率の高い塗装で塗って、そうすると街全体がかなり温度が下がるっていうことがもう実証されているので、これすごいビジネスチャンス広がっていくのかなと思いますけど。そうですよね。当然路面は路面でその温度が上がらないように工夫はされてるだろうしね。そうですね。マラソンする人とかいるじゃないですか。そういう意味では道路自体がね遮熱性を持つっていうのもプラスになるし、結果的に今おっしゃったようにやっぱり冷房を使う、あるいは冷房の温度をね下げるために使うエネルギーが少なくて済むなら、それはやっぱり社会課題にとってはプラスなのかなっていうことですよね。これ本当に先ほど申し上げましたけども、鉛の入ったおしろいが本当にルーツになってますよね。そうですね、はい、そこは大事にしてるところだと思います。結果的に地球のためになってるっていうこの塗料がね、この貼る塗料もすごかったなこれな。結果的に工場のスペースも削減できるってことですから。普通フィルムって伸ばすと色当たり前ですけど薄くなるじゃないですか。それが我々の技術によってならない。で結果としてすごい工程が削減できたりっていうことができるので、これはやっぱり技術がないとなかなかできないことなんですよね。ですから純粋塗料ではないんだけれども、ある意味そういう我々の技術を生かして結果的にはお客様のニーズに応えることができているのかなと思いますので。いや驚きたね。もうまだまだいろんな形できっとこの世界は進化していくんだろうなってことよく分かりましたけどもね。さあでは次をもって最後の質問とさせていただきたいと存じます。若槻共同社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。リーダーに必要なこと。では続いてが最後の質問です。若槻共同社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。お願いします。はい、潜在力を引き出す力というふうに私は思ってまして、要はこれは例えば買った会社でもそうですし、我々の人材もそうなんですけども、特に我が社のというとちょっと口はばったいですけど、日本の社員非常に優秀真面目、ものすごい一生懸命働くんですね。でもその人たちの能力、高い能力を引き出すことができるのはやっぱりリーダーであって、言ってしまえば無駄な仕事をさせればそれを潰してしまう。やっぱりお客様に価値のあるものをやりましょうよっていうことをうまく引き出せれば、それはどんどん無限のアップサイドがあるんじゃないかと。そういう意味ではやっぱりみんな誰もが潜在力を持っている。その上でそれを引き出すっていうのがリーダーにとって必要なのかなっていうのは私としては思ってます。できてるかできてないか別にしましてね。原点はじゃあ ESS のまとめ役ですね。それぞれの良さを引き出してまとめたという辺にあるのかもしれない。いや今日どうでしたか真鍋さん。いや私も本当に今日見てて一つ決めたことがあって、結構な額の株を買います。
伸びしろしかないと思いました本当に。決めたね、覚悟したね。決めました。買わせていただきます。期待してます。さあ門倉さんいかがでしょうか今日は。そうですね理想の経済とか経営に携わる人の理想というのがクールヘッドウォームハートってよく言われてるんですけど、冷静な頭脳と温かい心っていうことで社長まさにその体現してらっしゃるなと思って、M&A とかで冷静に財務諸表を見ながらやる一方で社会的な課題を解決していくっていうところもやってらっしゃるんで素晴らしいな。ぶっちゃけあと何年社長やります？これはもう私が決めることではないんですが、やりたいですか？私はもう自分のこのなんていうんですかねやる気と体力と、そして株主価値最大化というミッションにねかける思いが変わらない限りは、それはもう長くやりたいと思いますし、もちろん周りがねもう老害だからもうそろそろって言われればもちろんそこにこだわるあれはないんですけど、こだわるっていうかねしがみつくつもりもないですけど、やっぱりまだまだ先ほど申し上げましたように我々の可能性っていうのはものすごいあると思ってるので、やっぱそれを引き出せる引き出さないうちにやっぱりやめたくないなとは思ってます。次回はエターナルホスピタリティグループ創業者の大倉忠社長。全品370円均一で人気の焼き鳥チェーン鳥貴族。飛ぶ鳥を落とす勢いで出店を増やし海外展開を加速。目指すは焼き鳥文化の世界拡大だ。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で。